皆さんこんにちは。金子です。今日は私の月曜日と火曜日について話します。忙しいけど楽しい月曜日。月曜日の朝はゆっくり起きました。目覚まし時計の音を止めてからすぐに布団をたたんで窓を開けました。外の空気は少し涼しくて、秋の風が気持ちよく入ってきました。その後、顔を洗って歯を磨いて髪を溶かしました。服を着替えてから朝ご飯の支度を始めました。トーストを焼いて卵を焼きました。牛乳を温めてコップに入れました。家族を呼んでみんなで一緒に座って食べました。食事をしながら家族と少し話しました。天気のことや今日の予定のことを話して楽しい時間になりました。朝ご飯が終わってから結婚式に行く準備をしました。黒いワンピースを選んできてネックレスをつけました。小さなバッグを持って鏡で自分の姿を確認しました。髪に軽く化粧をしてきれいに整えました。その後、靴を履いて家を出ました。バス停まで歩いてバスに乗りました。少し急いでいたので、道を早足で歩きました。会場に着いたとき、すでにたくさんの人が集まっていました。受付で名前を伝えて席に案内されました。結婚式はとてもきれいで花が飾ってありました。新郎と新婦が入ってきて音楽が流れました。二人の姿を見て会場の人たちは拍手をしました。新婦さんの話を聞いて誓いの言葉を見ました。カメラマンが写真を撮っていました。私もスマートフォンで少し写真を撮りました。その後、指輪を交換してみんなが祝福しました。結婚式が終わってから披露宴が始まりました。料理がテーブルに運ばれて前菜やスープを食べました。ワインを飲んでケーキも食べました。スピーチを聞いて友達の歌も歌われました。会場はとても明るくてみんなが笑っていました。私は友達に会って少し話しました。写真も一緒に撮って楽しい時間を過ごしました。午後になって披露宴が終わったので会場を出ました。バスに乗って家に帰りました。家に着いた時は少し疲れていましたが、気持ちは明るかったです。家に入って靴を脱ぎバッグを置きました。それから少し休んでからまたスーパーに行きました。
スーパーでは野菜や果物を買いました。秋の野菜として、かぼちゃやさつまいもを選びました。果物はりんごや梨を買いました。それから肉や魚も見て必要なものをカゴに入れました。買い物が終わった後、レジでお金を払って袋に入れました。スーパーを出て家に戻りました。夕方になって台所に入りました。まず、冷蔵庫から材料を出して夕ご飯の支度を始めました。かぼちゃを切ってスープを作りました。さつまいもを焼いて副菜を作りました。魚も焼いてサラダも用意しました。テーブルに料理を置いてから家族を呼びました。みんなが集まって座って食事を始めました。ご飯を食べながら家族といろいろな話をしました。父は仕事のことを話して、母は買い物のことを話しました。弟は学校のことを話して、私は結婚式のことを伝えました。みんなで笑って楽しく食事をしました。食後は食器を洗って台所を片付けました。その後、少しテレビを見ました。ニュースを聞いてからドラマを見てリラックスしました。ソファに座ってお茶を飲みながら休みました。夜になってスマートフォンで彼氏に連絡しました。電話をかけて今日のことを話しました。結婚式のことや買い物のことを伝えて彼の話も聞きました。彼も楽しそうに話して私は安心しました。夜遅くなって布団を敷きました。歯を磨いて顔を洗ってから寝る準備をしました。ベッドに入り目を閉じました。楽しい一日だったので心が落ち着いていました。火曜日。火曜日の朝はいつもより少し早く起きました。目覚まし時計を止めてから布団を畳んで窓を開けました。外の空気は涼しく秋らしい朝でした。その後、顔を洗って歯を磨き、髪を溶かして服を着替えました。朝の時間は家族のために朝ごはんの準備を始めました。父はアメリカに出張に行く予定だったので少し忙しくなりました。材料を冷蔵庫から出して野菜を切ったり下ごしらえをしました。包丁でかぼちゃや人参を切ってサラダの準備もしました。弟はテレビを見ていて手伝ってくれませんでしたが、私は自分の時間を楽しみながら準備を進めました。少し静かな家で
一人で音楽を聴いたり、台所の掃除をしたりして、ゆっくり過ごしました。午前中の後半、母と一緒にスーパーに行きました。買い物かごを持って野菜や果物を選びました。リンゴやバナナ、サラダ用の野菜を買いました。スーパーでは少し急いで歩きながら必要なものを買いました。レジでお金を払って袋に入れた後、家に帰りました。昼ご飯の時間になると、私はランチの準備をしました。簡単なサンドイッチを作り、卵やハム、野菜をパンに挟みました。弟の分も作って、二人で座って食べました。食事をしながら少し話して午後の予定を確認しました。その後、片付けをして台所を整えました。午後は友達に会うために外出しました。友達は引っ越す予定だったので手伝うことになっていました。まず荷物を運び、家具や箱を新しい部屋に入れました。友達と一緒に動きながら掃除もしました。机や棚を拭いて床を掃除しました。窓も開けて空気を入れ替えました。作業が終わると友達はとても喜んでくれました。私も手伝えてよかったと思いました。夕方になって家に戻る前に韓国料理のレストランに行きました。私は韓国料理が好きで文化にも興味があります。キムチやビビンバ、チヂミなどを食べました。料理はどれも美味しくて友達と話しながらゆっくり食べました。店の中は賑やかでしたが楽しい雰囲気でした。食事の後、少し散歩をして駅まで歩きました。夜、家に帰ると普段の生活の活動をしました。洗濯物を取り込み、テーブルを片付けました。その後、お風呂に入って髪を洗いました。少し読書をしてからスマートフォンで友達とメッセージを送りました。夜遅くなって布団に入りました。歯を磨き、顔を洗い、寝る準備をしました。ベッドに入ると一日を振り返りながら目を閉じました。こうして火曜日も終わりました。友達と過ごした時間や家族のための準備は秋の思い出になりました。皆さんこんにちは。金子です。今日は私の月曜日と火曜日について話します。忙しいけど楽しい月曜日。月曜日の朝はゆっくり起きました。
目覚まし時計の音を止めてから、すぐに布団を畳んで窓を開けました。外の空気は少し涼しくて、秋の風が気持ちよく入ってきました。その後、顔を洗って歯を磨いて髪を溶かしました。服を着替えてから朝ご飯の支度を始めました。トーストを焼いて卵を焼きました。牛乳を温めてコップに入れました。家族を呼んでみんなで一緒に座って食べました。食事をしながら家族と少し話しました。天気のことや今日の予定のことを話して楽しい時間になりました。朝ご飯が終わってから結婚式に行く準備をしました。黒いワンピースを選んできてネックレスをつけました。小さなバッグを持って鏡で自分の姿を確認しました。髪に軽く化粧をしてきれいに整えました。その後、靴を履いて家を出ました。バス停まで歩いてバスに乗りました。少し急いでいたので、道を早足で歩きました。会場に着いたとき、すでにたくさんの人が集まっていました。受付で名前を伝えて、席に案内されました。結婚式はとてもきれいで花が飾ってありました。新郎と新婦が入ってきて音楽が流れました。二人の姿を見て会場の人たちは拍手をしました。新婦さんの話を聞いて誓いの言葉を見ました。カメラマンが写真を撮っていました。私もスマートフォンで少し写真を撮りました。その後、指輪を交換してみんなが祝福しました。結婚式が終わってから披露宴が始まりました。料理がテーブルに運ばれて前菜やスープを食べました。ワインを飲んでケーキも食べました。スピーチを聞いて友達の歌も歌われました。会場はとても明るくてみんなが笑っていました。私は友達に会って少し話しました。写真も一緒に撮って楽しい時間を過ごしました。午後になって披露宴が終わったので会場を出ました。バスに乗って家に帰りました。家に着いた時は少し疲れていましたが、気持ちは明るかったです。家に入って靴を脱ぎバッグを置きました。それから少し休んでからまたスーパーに行きました。スーパーでは野菜や果物を買いました。秋の野菜としてかぼちゃやさつまいもを選びました。果物はりんごや梨を買いました。それから肉や魚も見て
必要なものをかごに入れました。買い物が終わった後、レジでお金を払って袋に入れました。スーパーを出て家に戻りました。夕方になって台所に入りました。まず、冷蔵庫から材料を出して夕ご飯の支度を始めました。かぼちゃを切ってスープを作りました。さつまいもを焼いて副菜を作りました。魚も焼いてサラダも用意しました。テーブルに料理を置いてから家族を呼びました。みんなが集まって座って食事を始めました。ご飯を食べながら家族といろいろな話をしました。父は仕事のことを話して、母は買い物のことを話しました。弟は学校のことを話して、私は結婚式のことを伝えました。みんなで笑って楽しく食事をしました。食後は食器を洗って台所を片付けました。その後、少しテレビを見ました。ニュースを聞いてからドラマを見てリラックスしました。ソファに座ってお茶を飲みながら休みました。夜になってスマートフォンで彼氏に連絡しました。電話をかけて今日のことを話しました。結婚式のことや買い物のことを伝えて彼の話も聞きました。彼も楽しそうに話して私は安心しました。夜遅くなって布団を敷きました。歯を磨いて顔を洗ってから寝る準備をしました。ベッドに入り目を閉じました。楽しい一日だったので心が落ち着いていました。火曜日。火曜日の朝はいつもより少し早く起きました。目覚まし時計を止めてから布団を畳んで窓を開けました。外の空気は涼しく秋らしい朝でした。その後、顔を洗って歯を磨き、髪を溶かして服を着替えました。朝の時間は家族のために朝ごはんの準備を始めました。父はアメリカに出張に行く予定だったので少し忙しくなりました。材料を冷蔵庫から出して野菜を切ったり下ごしらえをしました。包丁でかぼちゃや人参を切ってサラダの準備もしました。弟はテレビを見ていて手伝ってくれませんでしたが、私は自分の時間を楽しみながら準備を進めました。少し静かな家で一人で音楽を聴いたり、台所の掃除をしたりしてゆっくり過ごしました。午前中の後半、母と一緒にスーパーに行きました。買い物かごを持って野菜や果物を選びました。
リンゴやバナナ、サラダ用の野菜を買いました。スーパーでは少し急いで歩きながら必要なものを買いました。レジでお金を払って袋に入れた後、家に帰りました。昼ご飯の時間になると、私はランチの準備をしました。簡単なサンドイッチを作り、卵やハム、野菜をパンに挟みました。弟の分も作って、二人で座って食べました。食事をしながら少し話して午後の予定を確認しました。その後、片付けをして台所を整えました。午後は友達に会うために外出しました。友達は引っ越す予定だったので手伝うことになっていました。まず荷物を運び、家具や箱を新しい部屋に入れました。友達と一緒に動きながら掃除もしました。机や棚を拭いて床を掃除しました。窓も開けて空気を入れ替えました。作業が終わると友達はとても喜んでくれました。私も手伝えてよかったと思いました。夕方になって家に戻る前に韓国料理のレストランに行きました。私は韓国料理が好きで文化にも興味があります。キムチやビビンバ、チヂミなどを食べました。料理はどれも美味しくて友達と話しながらゆっくり食べました。店の中は賑やかでしたが楽しい雰囲気でした。食事の後、少し散歩をして駅まで歩きました。夜、家に帰ると普段の生活の活動をしました。洗濯物を取り込み、テーブルを片付けました。その後、お風呂に入って髪を洗いました。少し読書をしてからスマートフォンで友達とメッセージを送りました。夜遅くなって布団に入りました。歯を磨き、顔を洗い、寝る準備をしました。ベッドに入ると一日を振り返りながら目を閉じました。こうして火曜日も終わりました。友達と過ごした時間や家族のための準備は秋の思い出になりました。